晴れた日の午後はいつものように静かでした。日の光が差し込む静かなリビングで、父は温かい茶をゆっくりと飲んでいました。庭の植木鉢に水をやる音だけが響きます。どこにでもある普通の家庭の風景でした。けれど最近、ほんの少しだけ父の手元に違和感がありました。古いノートを開き、何かを書き留めています。預金通帳や土地の書類です。長女の優子はそれを見て思いました。お父さん、まさか。言葉には出さず、胸にしまい込みました。数字だけが並ぶ冷たい紙の書類。それだけでは伝えることができない温かい思いがあるのかもしれません。お金の分け方より大切なことがあります。なぜそう決めたのか、その理由を残すこと。デジタル金庫という新しい選択肢が静かに父の頭をよぎっていました。季節が変わり、風が冷たくなりました。週末になると弟の浩二が顔を出します。久しぶりの家族団らんのはずでした。けれど会話の端々に微妙な間が生まれます。この家、将来どうするの？浩二が何気なく口にした一言です。優子の手がピタリと止まりました。私がずっと面倒を見てるのよ。声のトーンが少しだけ上がります。父は黙って二人の顔を見つめていました。争うつもりなんてお互いにないはずでした。けれど将来の数字が心を揺さぶります。紙の遺言書だけでは誤解を生むことがあります。何を残すかではなく、なぜ残すのか、その理由が見えないと兄弟の心は離れます。父の机の上には古びたスマホが置いてありました。画面にはデジタル保管庫の文字。冷たい法律の文章ではなく、温かい声を残したい父の小さな決意がここから始まりました。数日後の夕方、雨が静かに降り続けます。リビングの空気は重く沈んでいました。優子と浩二は別々の部屋で過ごします。以前のような笑い声はありません。お父さんの気持ちがわからない。浩二がぽつりとつぶやきました。優子もまた一人で悩んでいました。私の苦労は伝わっているのかな。二人の心に小さな溝ができていました。父は書斎の椅子に座り、そっと目をつむります。自分が去った後、子供たちが争う姿、それだけは絶対に避けたい。目角に浮かぶ涙を父は静かに拭いました。単なるお金の話では解決できないことがあります。残されたものが納得できる本当の理由が必要でした。父はゆっくりとスマホを手に取りました。朝の光が書斎を照らしました。父はパソコンの画面をじっと見つめています。エンディングノートだけでは足りない。文字だけでは感情が伝わりません。画面に映る自分の顔、少し照れくさそうでした。動画なら声を残せる。2026年の今、新しい相続の形があります。デジタル金庫に動画メッセージを残す方法です。すべての資産の理由を自分の言葉で語る。優子、いつも家事をありがとう。浩二、遠くから支えてくれてありがとう。言葉にすることで誤解は消えていきます。紙の遺言書を補う倫理的遺言エシカルウィル。これこそが家族を守る鍵でした。父の心に小さな希望が灯りました。父は具体的な準備を始めました。まずノートを開き、資産の一覧を作りました。銀行口座や保険、デジタル資産の ID まで。一つ一つの資産に理由を書き添えます。次にスマホを三脚に固定しました。カメラに向かって静かに話し始めました。優子が家を守ってくれたから、この家は優子に譲りたい。浩二には学費や事業資金をこれまで十分に渡してきたね。感謝の言葉とともに
理由を丁寧に説明します。撮影した動画データは暗号化して保存します。次にデジタル金庫のサービスを設定しました。自分が亡くなった後にだけ開く特別なストレージです。アクセス権限のキーを信頼できる弁護士に託します。さらにエンディングノートの最後のページに書き込みました。動画の保管場所と開く方法、2段階認証の設定も忘れずに行いました。クラウドストレージの容量を確認して整理します。定期的なパスワード更新もカレンダーにメモしました。これで準備は整いました。感情と情報を一つにまとめる作業、それは家族の未来を照らす光となりました。季節は巡り、春の風が吹き抜けます。父は2人をリビングに呼びました。大事な話があるんだ。テーブルの上に一つの USB とメモを置きました。私が言った後、これを見てほしい。2人は顔を見合わせ、静かにうなずきました。数ヶ月後、父は静かに旅立ちました。優子と浩二は動画を再生しました。画面の中に笑顔の父が現れます。温かい声で語りかけてきます。2人とも仲良くしてくれよ。なぜその分配にしたのか、父の口から語られました。優子は涙を流しながら、浩二の肩に手を置きました。浩二もまた深くうなずいていました。お父さんの気持ち、よくわかったよ。争いはそこにはありませんでした。あったのは父への感謝だけでした。夕暮れの庭で2人は茶を飲んでいます。父が愛したあの場所です。お父さん、すごかったね。浩二が笑いながら言いました。私たちをずっと守ってくれた。優子も優しく微笑みます。デジタル金庫に残された温かいメッセージ、それはお金以上の大きな財産でした。大切な家族だからこそ言葉を残す、あなたの声を、あなたの笑顔をデジタルの中にそっとしまってみませんか。未来の家族の笑顔のために今日からできることがあります。